皆さんこんにちは、みのりんです。はい、最近ですね、お絵描きにすごくまたハマってしまったので、昨日いろいろと買っちゃいました。じゃじゃん。もう本当に高い。でも最近こうやってね、絵を描き始めたんですけども、やっぱ本気でちょっと漫画家目指してみようかなと思い始めたので、できるかわかんないですけども、やっぱり練習とかすごく重要だなと思ったので、漫画を描くための材料をきちんといろいろと買ってきました。今後もね、いろいろと漫画系の動画とか出していければなと思うので、ぜひぜひ見てください。どういった商品があったのかちょっとご紹介していきたいなと思います。世界堂と東急ハンズに行ってきました。ではね、まず世界堂で買ったものを紹介していきたいと思います。まずはね、いろいろなトーンを買いました。やっぱ漫画ではトーンですよね。一つ目のトーンはこちら、チェック模様のトーンです。そしてこの定番なふわふわっとしたトーンです。あとはちょっと砂嵐系のトーンとか、これを髪の毛とかに使いたくってこのトーンを買いました。結構ね、池山田剛先生とかこういったトーンを髪の毛の色として使っていて、可愛らしいなと思っていたので、ちょっとこれを使ってみたいと思います。かけ編み系のトーン。もしかしてこれ間違えて2個買っちゃった？あっちゃー見ると157と156なので、ほんのちょっと違うんですけども、ほぼ同じもの買っちゃいました。ので間違えて買っちゃったのちょっと残念です。あとはこちらの2種類もすごく似ているんですけども、定番の影とか基本的によく使うトーンかなと思ったので2枚購入してきました。というわけでトーンは127枚購入してきました。消しゴムです。トーンぼかし用の消しゴム、下書き消し用の消しゴム、カストリ用練り消し。このトーンぼかし用の消しゴム1つ欲しかったんですけども、世界堂さんではこちらのセットでしか売ってなかったので、こちらを購入してみました。ぼかしたいなと思ってたので、ここら辺をちょっと削ってみたいと思います。はいはい。これは私のやり方のせいですね。多分きちんとトーン貼ってなかったんだと思います。そうですね、ちょっと今使い方が悪かったんですけど、綺麗にぼやけていきました、線が。次に購入したのがこちら。私このペンホルダー1つしかなくって、毎回 G ペンと丸ペンを入れ替えるためにこう抜き差ししていたので、新しいのを買ってみました。コミックペンの枠引き用のペンです。今まで私普通のペンを使ってたり、ちゃんとしたペンを使ってなかったので、これを1本購入してみました。そしてこちら、これはね、ソフトブルーシンのシャーペンシルです。結構下書きを描くときに鉛筆じゃなくって青色の色鉛筆を使って描く人が多いそうなので、ちょっと購入してみました。白いペンです。修正インクほどは強くはないんですけど、目にキラキラってのせたりするのにすごく使えるそうなので、ちょっとこれを購入してみました。丸ペンの10本セットです。こちらは立川の丸ペンなので、いくつか種類があったんですけども、こちらをちょっと使ってみたいと思います。はい、というわけで世界堂さんで購入したのがこちらの13点を購入しました。はい、そして次に東急ハンズさんで購入したものなんですけども、こちら実は世界堂さんで取り扱いがなかったので、東急ハンズに行って購入してきました。じゃじゃん、コピックです。これが高い。あともう1セット買いました。カードキャプターさくらのイラストが描けるクランプセレクションのコピックです。これだけで 1,2 万円します。本当に高いので買う決心がなくってずっと買わないできたんですけども、いよいよちょっとイラストとか本格的に描くためには使ってみたいなと思い始めたので購入してみました。あと同じ色だったら多分購入しなかったんですけども、2本は一緒なのかなを除いて全部他は違う色なので、そこはいいかなと思います。早速なのでこちらのクランプセレクションのさくらちゃんのやつを使ってさくらちゃんっぽいイラストをパパッと描いていこうかなと思います。はい、ではこちらの紙に書いていきたいと思います。まずは試し書きとしてこちらの青色ペンシルを使っていきたいと思います。この青色のやつを使うのは白黒の漫画用だと思うので、コピック用ではないと思いますが、ちょっと試し書きなので使ってみたいと思います。
ではいきます。私よく HB とか使ってるんですけど、これは B ぐらいに柔らかいです。さーっと描いていきましょう。そういえば青色のペンを使っちゃうと映んないですよね。見えるかな？ごめんなさい、見えないかもしれないです。見えますか？今ささっとさくらちゃんっぽい子を描きました。こちら先ほど購入したペンホルダーにペン先を使って線画をしていきたいと思います。私が今まで使っていたやつより細い線が今出るような気がします。新しいからかな？線が細いです。はい、こんな感じで軽く描き終わったので、乾いてから消しゴムを使って消していきたいと思います。下書き用消しゴムなのでこれですかね。これが大きくて一番機能性がいいみたいですが、こちらがミニ用だそうです。じゃあ消していきます。三角型なのですごい消しやすいです。確かに消しやすいんですけど、普通の消しゴムでもいいかなとは思います。はい、じゃあまたインクを使って細かいところまで修正していきたいと思います。今回はちょっと試し書きなので軽く書いていきます。はい、ではこちらをじゃじゃん使って塗っていきたいと思います。ではまず肌色から、すごいいくつもあるのでどれがいいんだろう。これが明らかに一番薄い色ですね。本当に初めてなので全然何やってるか分かってないんですけど、まずはこちらの薄い色を使って顔全体を塗っていきたいと思います。コピックの怖いところって色ムラができそうなので怖いです。もうちょっと濃い色を使って影のところを塗っていきます。でも色ムラにはなってないですね。一番濃いのを使ってまた影を塗っていきます。普通のマーカーとは全然違いますね。すんなりと馴染んでくれます。はい、肌を塗ったので次は目です。目はね、緑色ですね。こちらの色を使って目の色を塗っていきたいと思います。これが一番薄いので、これで全体的に一度塗ります。そしたらだんだん色を濃くしていきたいと思います。でも思ったより色が濃くないですね。結構明るい色です。全部ちょっと青も混ぜてあげて、今度は髪の毛の色を塗ってあげたいと思います。髪の毛ってどの色だろう。でまずは黄色で全体的に塗ろうと思ったんですけど、ちょっと明るいですね、色が。試し書き。一旦肌色で全体的に塗っていきたいと思います。でこちらの色を使ってこんな感じですかね。一旦乾かしたいと思います。その間に帽子はこの赤色を使って塗っていきます。さくらちゃんっぽい色ですね。でもちょっと目とかに戻りますか。なかなか濃い作品にならないので、ではまた髪の毛を塗っていきます。なんか金髪の子みたいになってきました。どうしたら濃くなるんだろう。ちょっともっと勉強しなきゃですね。ちょっと私はこのセットだけで色を濃くする方法がわかんないので、こちらのセットも使って色を濃くしていきたいと思います。こういう茶色とかを使えば色が濃くなるんじゃないかなと思っています。ではいきます。そしたらこちらの白いペンを使って目の光を強調していきます。
っとほっぺをピンクにしてあげたいと思います。はい、できました。終わってみればもう大惨事になっています。どっちがどっちだったっけ。はい、コピック風で描いたさくらちゃんの出来上がりです。いろいろと新しい商品使ってみて使いやすいなと思いました。やっぱりそれ用に作られたものですが、コピックはまだまだ全然使い方がなっていないので、これからも頑張って勉強していきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。